もらってきたよ。これでサキさんも一緒に行けますね。やっぱりよその学校に入るには許可がいるんだ。そうだね。まあバレても逃げ切れば。ちょっとさきちゃんが真似したらどうするの？悪いことを教えるなって司先輩に怒られちゃうよ。おっと、それはまずいね。さて、メンバーも揃ったし、聞き込みを始めようか。喧嘩の目撃者を探すんですよね。ああ、かなり激しい言い争いだったからね。体育館にいた誰かが目撃しているかもしれない。だからまずは体育館で部活をしている人たちに聞き込みをしてみよう。そういうことなら任せて。1年の時同じクラスだった子がバスケ部にいるから。俺もバレー部に知り合いがいるので話を聞けると思います。ありがとう。じゃあまずその人たちに。ちょっとなんなのさっきのスパイク。やる気あるの？あんなにいいトスもらったのに踏み込み遅れるなんてやる気あるの？ごめん、レシーブの後戻り損ねて。でも誰もいないクロス側に打ち切れたから。そういう問題じゃない。集中してって言ってるの。あの声世界で聞いたのと同じだよね。喧嘩してたのってあの二人だったんだ。待ってください、守谷先輩。いつもの先輩ならよく打ち切ったって言ってくれるじゃないですか。だから10分休憩。しっかり水分とって。あの子のおかげで収まったかな。ええ、彼女がさっき話した知り合いです。話を聞いてみましょう。木村さん、少しいいだろうか。青柳くん、どうして？宮女の友人を案内しているところだったんだが、大きな声が聞こえたので様子を見に来たんだ。ああ、ごめんなさい。きっとびっくりさせちゃったよね。喧嘩は多分収まったと思うから安心して。ありがとうございます。でもさっき喧嘩してた人たちは。怒鳴られていたのは真島律さんかな。もう一人は守谷奈々さんだったかな。確かバレー部の部長です。あの喧嘩、2週間くらい前から急に始まったんです。私、中学も守谷先輩たちと一緒なんですけど、あんな風に喧嘩してるところなんて見たことなくて。そうだったんですね。だが、どうして急に？みんなっていうか、運動部の人たちはだけど、スポーツ特待生のことが原因じゃないかって噂してる。どういうこと？真島先輩が選ばれたんです。守谷先輩が憧れてる強豪チームがある大学から。でも辞退したって聞きました。守谷先輩に遠慮したって話らしいです。仲間のためにそこまで？あの二人、小学校の頃からの幼馴染なの。バレエも守谷先輩が真島先輩を誘ったんだって。だから守谷先輩のおかげで今の自分がいるって。先輩たちの最後の大会も近いし、早く前の先輩たちに戻ってほしいんだけど、先輩たちと
一番付き合いがある私にも何も話してくれなくて。私じゃ頼りないってことなのかな。そんなこと。そうですよ。むしろ大事な後輩だからこそ言えないのかも。私も後輩ができて初めて感じたことなんですけど、後輩の前だと先輩として弱いところを見せられない、しっかりしなくちゃっていう気持ちになるんだ。特に自分を慕ってくれてる子の前では格好つけちゃうっていうか。でも、じゃあどうしたら。もしよかったらだけど。守屋さん、ちょっとだけお話いいでしょうか。あなたたちは？天間咲です。こっちが秋山みずきちゃん。後輩の木村さんから守屋さんと真島さんの話を聞いて。あの子に何言われたか知らないけど、私と律の問題に首を突っ込まないで。でもバレー部の人たちみんな守屋さんたちのことを心配してて。ほんのちょっとでいいんです。話を。っていう感じで、こっちは全然取り合ってもらえなかったよ。ルイさんたちの方はどうでしたか？残念ながらこちらも似たようなものだ。上白くん、心配してくれてありがとう。でも私がまいた種だから自分で何とかしないと。あの様子だとすでに何度も守屋さんに謝っているんだと思う。ただその謝罪は受け入れてもらえず、打つ手がなくて途方に暮れている。そんな風に感じたよ。そんな。だってあの二人は。あの二人、小学校の頃からの幼馴染なの。バレエも守屋先輩が真島先輩を誘ったんだって。だから守屋先輩のおかげで今の自分がいるって。大事な幼馴染なのに。じゃあね、ほなちゃん。あともう少しだけ守屋さんたちに話を聞きませんか？ちょっとずつでも距離を詰められれば話してくれるようになるかもしれません。そうだね。まだ調査も始まったばかりだ。ありがとうございます。私もなるべく上高に来るようにしますね。大丈夫なの？許可とかバンドの練習とか。うん。許可も今日だけじゃなくて何日かもらってるんだ。それに今いっちゃんたちも忙しくしてるみたいで、練習もいつもより遅めに始まるから大丈夫。守屋先輩、部活が始まるまでの間だけでもいいのでちょっとお話を。あなたに先輩って呼ばれる筋合いないけど、ランニングもすぐ始まるから部外者は離れてね。わかりました。守屋先輩、部活お疲れ様でした。先輩。
部活始まらないですよね。少しだけお話しさせてください。悪いけど自主トレあるから。これもあの子の差し金。私たちの方から提案したんです。木村さんは大事な後輩だから心配させたくなくて相談できないのかもって思ったので。私はそんなできた先輩じゃない。あの子もあなたたちも、それに律だって本当の私を知らないから。じゃあね。守谷先輩。よーし、今日も頑張ろうね、みずきちゃん。うん。さきちゃん、本当にすごいよね。ちゃんと毎日上校に来て説得してて。そんなことないよ。ただ、私が勝手にほっとけないって思っちゃうだけ。ほっとけない？うん。私ね、昔、諦めようとしたことがあるんだ。え？本当はね、幼馴染のみんなと一緒にいたかったんだけど、一緒にいると苦しい思いをするかもしれない子がいて。さきちゃん。それなら、一緒にいたいっていう思いは我慢しよう。私の気持ちばっかり押し付けちゃいけないって。きっと、それがその子のためになるって思ったの。でも、最後まで諦めないでいてくれた子がいたんだ。その子はね、私が諦めた後も話をしに行ってくれたの。本当の気持ちを教えてって。そのおかげで、私たちはまた一緒にいられるようになったんだ。だから諦めたくないんだね。あの先輩たちのことも。うん。本当は一緒にいたいって思ってるなら、離れ離れになっちゃった時、きっとすごく辛いから、今やらなきゃ、もうずっと会えなくなっちゃうかもしれないもん。そうだね。僕もわかるな、その気持ち。よーし、気合い入ってきた。今日こそ話を聞けるように頑張ろうね。あ、テーマさん、秋山さん。ちょうどよかった。守谷先輩と真島先輩見なかった？さっき、廊下で言い合いしてたのをなんとか止めたんだけど、二人ともまだ部活に来なくて。なんだろう、すごく嫌な予感がする。さきちゃん？先輩、どこにいるんだろう。部活サボって帰るような人じゃないだろうし、きっとどこかにいるんじゃないかな。守谷先輩！なんでここに？先輩がまだ部活に来てないって聞いて探しに来たんです。部活のみんなも心配してますよ。
ほっといてよ。でも、いい加減にして。あなたたちには関係ないって言ってるでしょ。関係ないですけど、でも、放っておけません。だって、先輩、泣きそうじゃないですか。このままじゃ、本当に、離れ離れになっちゃいますよ。だったら何なの。卒業したらどうせみんなバラバラなんだから。あの子もその一人ってだけだから、どうでも。そんなの絶対嘘。本当にどうでもいいならそんな顔になりません。すごく大事で離れたくないって思ってるからそんな顔してるんでしょ。そんなこと。バレエだって一緒にできなくなっちゃうんだよ。喧嘩するのも仲直りするのも話すことだってずっと一生できなくなるかもしれないんだよ。それで本当にいいの？いいわけないでしょ。でもあの子の前だと気持ちが抑えられなくなっちゃって。やっと言ってくれましたね。先輩の本当の気持ち。でも私、お手伝いさせてください。先輩がちゃんと真島先輩と話せるように。僕たちだからできることもあると思いますし。いいの？本当に？はい、任せてください。ごめん、八つ当たりしてありがとう。